こんにちは、ますみです。本日はラングチェイン、チェインズについて解説します。この動画を見ることで、プロンプトエンジニアとしての引き出しを一つ増やすことができるでしょう。ラングチェーンの大枠についてまだ知らない方は、こちらの動画を先にご覧ください。それでは本題に入ります。ラングチェイン、チェインズとは、複数のプロンプト入力を実行する機能です。この機能は、複雑な問題を解きたいときに実はものすごくインパクトを生み出します。例えば複雑な問題を解きたいときに中間的な回答を一度出力することでより正確な回答を得たいときなどに有用です。ちなみにこのように中間的な推論ステップを踏むことで性能向上を図る手法を COT プロンプティングと呼びます。 COT プロンプティングの例のように A というプロンプトの実行結果を次のプロンプトに引き渡すときにラングチェーンは非常に便利です。また、チェインズを用いることで、プロンプトの出力を組み合わせたりすることもできます。例えば、A というプロンプトの出力と B というプロンプトの出力の2つの出力内容を入力としたプロンプトを実行することもできます。より具体的な例を挙げると、ものすごい長い文章を要約したいときに、それらを5分割して、それぞれの塊に対して要約のプロンプトを実行し、出力された5つの要約を入力として要約のプロンプトを改めて実行することで長い文章を1つの文章に要約できます。このようなラングチェイン、チェインズにおいて基本となるチェインが3種類あります。1つ目のチェインはシンプルチェインです。シンプルチェインとは複数のチェインをつなげていく上で最小単位となるチェインです。どのモデルを使ってどのようなプロンプトを実行するかを指定できます。2つ目のチェインはシークエンシャルチェインです。シークエンシャルチェインとは複数のチェインをつなげたチェインです。複数のチェインの配列と最初のチェインに入れる引数を指定できます。3つ目のチェインはカスタムチェインです。カスタムチェインとは自由にチェインをつなぎ合わせることができるオリジナルのチェインです。複数のチェインが入力された時に各チェインの出力をどのように他のチェインに渡していくかを設定したりすることができます。ここから Python を用いた具体的な実装方法を説明します。まず環境構築としてラングチェーンを用いるため pip インストールラングチェーンを実行しておきましょう。そしてこれ以降の説明では OpenAI のモデルを用いるため pip インストール OpenAI をした後に API キーを設定していきます。こちらのダブルクォーテーションの中にご自身で発行した OpenAI の API キーを代入して実行します。これで環境構築は完了です。次にシンプルチェインの使い方を説明します。ここでは LLM チェインというチェインに LLM のモデルとプロンプトテンプレートを渡しています。プロンプトとしては入力された仕事に一番おすすめのプログラミング言語は何と設定しています。それでは実行してみましょう。するとこのようにデータサイエンティストに一番おすすめのプログラミング言語は何という質問に対して回答が得られました。ここでは LLM のモデルで実行しましたが、チャット GPT のようなチャットモデルを作りたいときには LLM の引数の代わりにチャットモデルのインスタンスを入れれば OK です。こちらも実行してみるとこのように回答が得られました。次にシークエンシャルチェーンの使い方を説明します。先ほど説明したシンプルなチェーンだけでは全く便利ではありません。このチェーンをつなげていくことで便利になっていきます。まずはじめにシンプルシークエンシャルチェーンを説明します。シンプルシークエンシャルチェーンはシンプルに一つのチェーンの出力を次のチェーンの入力として渡していくシークエンシャルチェーンです。各チェーンの出力の変数などを設定する必要がないため、シンプルなバトンリレーのようなチェーンの時は非常に便利です。ここの例では先ほどのおすすめのプログラミング言語は何というプロンプトで返ってきた回答を入力としてその言語を学ぶためにやるべきことを3ステップで100文字で教えてというプロンプトにつないでいます。こちらを実行してみましょう。そうするとこのように1つ目の Python が人気ですよっていう回答を読み込んで、次の回答としては教科書を読む、コーディング、実践などの Python を学ぶための3ステップの学習法を回答してくれています。ここで気づいた方もいるかもしれませんが、1つ目のチェーンの回答が文章だったとしても2つ目のチェーンの回答は比較的うまく生成できています。これは Python という固有表現、いわゆる固有名詞がしっかりと引き継がれているからだと考えられますが、もしも単語だけを引き渡したい場合は次のように\n プログラミング言語コロンと入力することで Python という名詞を単体で出力しやすくなります。こちらを実行してみましょう。
そうするとこのように1つ目のプロンプトに対して Python という名詞が抽出されました。次にシークエンシャルチェーンについて説明します。先ほど説明したシンプルシークエンシャルチェーンはソースコードの方をご覧になられても分かる通り、1つの引数もしくは1つの乖離値しか許容していません。そこで複数の引数と乖離値を用いたい場合はシンプルシークエンシャルチェーンではなくシークエンシャルチェーンを使いましょう。先ほどのコードとの違いを説明していきます。まずインプットバリアブルズが2つになっています。先ほどのデータサイエンティストなどの職種の手前に形容詞をつけられるようにしました。そしてアウトプットキーが追加されてチェーンの出力の変数名を指定しました。そしてシンプルシークエンシャルチェーンからシークエンシャルチェーンにクラス名を変えて、そしてこのインスタンスに渡す引数を辞書型にしました。これらを実行するとこのように複数の引数と乖離値を用いることができました。そして出力としても途中結果となるプログラミング言語も保管された辞書型のデータが得られます。最後にカスタムチェーンの使い方を説明します。カスタムチェーンはベースとなるチェーンというクラスが用意されているため、そちらを継承したクラスを作成することで簡単に実装できます。ここでは2つのチェーンを入力としていて、それらの出力を結合するようなクラスにしています。具体的に実行してみると、入力されたジョブのおすすめのプログラミング言語と平均年収を生成し、このように開業区切りで結合しています。以上、本日はラングチェーンチェインズを解説しました。次の動画ではラングチェーンエージェンツを解説します。もっと学びたいという方は、この動画以外にも様々な教材を YouTube と公式 LINE で発信しているため、ぜひチャンネル登録、友達追加お願いします。ではまた。